もエモ。こんにちは、えもこです。今回は体の描き方講座ということで、私がいつも描いている体の描き方だったり、男女の描き分けポイントなどお話ししていきます。体を描くときは、まず棒人間のような当たりを描いてポーズを決めます。私はこんな感じで描いています。どうやってバランスを取るのかというと、体の各パーツの長さや大きさの比率を覚えて描いています。この比率はリアルな絵柄と漫画イラストで違ってたり、絵柄によっても違ったりするので、描きたいと思う上で一度比率を調べて真似してみるとうまくバランスが取れるようになると思います。というわけで今回は私の絵で比率を紹介します。6頭身は少年少女のような可愛い感じになって、7から8頭身は大人っぽくなります。キャラの年齢に合わせて頭身を変えます。立ち絵の場合は最初に頭の位置を決め、丸を描いて、その下に肩の線を描いて、ウエストの位置にも線を引き、股下の線も描きます。股下の線はお尻の幅に合わせて描きます。男性の場合はウエストとほぼ同じぐらいの幅にするといいです。この横線3つをつなぐとオリオン座みたいな胴体ができます。これは簡略化した描き方なので、リアルな絵を描きたいときは肋骨と骨盤を描くあたりに変えた方がバランスを取りやすいかもしれません。次に足裏の位置を決めます。足の長さは頭のてっぺんから股下の長さと同じくらいで、足がつくところに線か点で印をつけます。漫画やイラストの場合は股下を長くするとスタイルよく見えるので、股下の位置をやや上にしても良いと思います。さらに足裏の少し上のところに足首の丸を描きます。この足首の丸と股下の中間に丸を描きます。丸と丸を線でつないで、足先に三角を描くと足ができます。股下の横に手首が来るので、小さい丸を左右に描きます。肩の関節に丸を描いて、手首と肩の中間に肘の丸を描きます。丸と丸をつなぐと腕になります。手は顔と同じ大きさなので、頭の丸の4分の3ぐらいの縦幅をイメージして、手首から下に楕円を描きます。体のあたり完成。肩と腰のラインを斜めにしてあげると、重心が片足にかかって少し動きのある自然なポーズになります。上から見たポーズだったり、下から見たポーズの時は追加で箱も描きます。当たりの描き方は他にも色々とあるので、自分に合ったものを探してみてください。アナログで描く場合は当たりを薄い線で描きます。下絵の線と同じ濃さだと線が混ざってペン入れが難しくなるからです。この棒人間に肉付けすると裸の人ができます。いきなり服を描くと体のバランスが崩れたり違和感のある絵になりやすいので、初心者の方はまず素体を描いてからその上に服を描くと失敗しにくいと思います。リアルな絵柄で描く場合は骨や筋肉の資料があると良いです。資料がない場合はネットで検索してもいいと思います。資料なしで頭身の高いリアルな体を描くのは難しいので、描きたいポーズを家族や友達にしてもらったり、自分の姿を自撮りしてそれを参考に描くのもおすすめです。写真を撮るのが難しい時は日産人形やポーズアプリを使っても良いですが、関節が不自然だったりするので、できれば写真の方がいいと思います。資料探しにおすすめなのが Pinterest です。ただ著作権的に問題のある画像も出てくるので、参考程度にして模写しないように注意してください。写真などを見て描くときに注意しないといけないのが、あまりリアルに描きすぎないことです。イラストの絵柄に合わせてデフォルメしないと、資料を見て描いたところだけリアルになって違和感が出てしまいます。次は男女の描き分けポイントをざっくり紹介します。男性なら肩幅を広く、お尻を小さくします。女性は肩幅を狭く、ウエストはくびれを作ってお尻を幅広くします。子供は大人よりも胴体のデコボコを控えめに、幼児は頭を大きく、頭身を低めに、お腹が出ていたりします。年を取るほど首は太く、身長は低く、背中は曲げて、筋肉というかお肉は垂れ気味にすると良いです。描いている途中で絵に違和感を感じるときは、
一旦机から離れて絵と同じポーズの自撮りをして写真と絵を比べてみると修正した方がいいところが見つかったりします。この絵は直立で正面から見た状態なので比率が分かりやすいですが、ポーズを変えたり別アングルで見るとパースがかかって比率が違うように見えます。パースは遠近法のことで、同じ大きさのものでも遠くにある時は小さく、近くにある時は大きく見えるなど遠近感を表す技法のことです。遠近法と聞くと建物や背景をイメージしやすいですが、人の体にも当てはまることなのでパースについて少しでも知っておくと描きやすくなると思います。例えば右手を前に出した時、体の横にある左手と比べると大きく見えます。腕は手に重なってあまり見えませんが、ここをちゃんと描けるといい感じの絵になります。ですが私はパースのかかった絵が苦手なので、複雑なポーズを描くときは資料を見ながら描くことが多いです。何も見ずに描けたらかっこいいかもしれませんが、最初から何でもうまく描ける人はいないので、うまく描けなくても気にしなくて大丈夫です。少しずつ練習していきましょう。ということで、体を描くときは正面から見た当たりを描いて比率を確認、いろいろなポーズを棒人間で練習。棒人間に肉をつけて素体を描く、素体に服を着せてみるという順番で練習すると体を描きやすくなると思います。よかったら参考にしてみてください。エモコのお絵描き教室シリーズではお絵描きに役立つ講座やメイキングを公開しています。お絵描きが好きな人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。他の講座のリンクは動画の説明欄に書いておきます。